Excuse me ダラスの You know me この番組はテキサス州ダラス在住の夫婦マキオとショーンがアメリカで活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日 Apple Podcast と Spotify でシェアしています。質問、リクエスト、コメントなどはウェブサイト exemedalas.com のお問い合わせフォームもしくは各 SNS のダイレクトメッセージにてお待ちしております。今日の夜飲みゲストはカリフォルニア州在住のしのぶさんです。和文化プロモーターとして様々な分野でご活躍されていますが、今回は主に所作を広める活動について伺いました。これを聞けば所作に関する考えが変わります。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。今週重大な発表をしましたね。何を発表しました？わかるでしょ？というのは3月から私たちは台湾に1回帰ります。聞いてない。そうですか。はい。というわけで3月3日から、我々はダラスを離れ台湾に帰ることになりましたが、100% 確実にダラスに戻る予定です。戻ってこないんじゃないかという感じでメッセージが届いておりまして。いや、それより一番心配しているのが YouTube 一気に減ったんですね、登録者数が、ね、私たちはまたアップしますけど10本以上の映像がまだあると思います。そう、帰るって言ったもんならばガッと一気に減ってしまってめっちゃショックなので、はい、ぜひチャンネル登録はしたままでお待ちください。このポッドキャスト番組については台湾に行っても引き続き行いますので、毎週聞き逃さないようにお願いします。本日の湯飲み。はい、しのぶさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、しのぶさん、まず自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、しのびーことアダムズしのぶです。私の出身は奈良ですが、父は大阪出身、大学は兵庫、卒業後は京都に勤めていましたので、仕事の関係で2010年に渡米した後も関西人という感覚です。今は南カリフォルニアのオレンジカウンティっていう、LA とサンディエゴのちょうど間の地域に住んでるんですけど、こちらは母の出身で、ディズニーランドとか、大谷選手の活躍するエンジェルスの球場がある地域として知られてます。こちらに移り住んでから、いろいろと活動をしてきましたが、日本文化をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちで、現在は日系レストランチェーンをいくつか保有する企業のエグゼクティブシェフのアシスタントとして、メニュー企画やレシピの開発に携わるほか、着物モデル、所作講師、ヴィンテージ着物の販売、金継ぎワークショップのサポート&通訳、おせちなどの季節の和食の限定販売を和文化プロモーターとひとまとめにしてはい、行っています。でも今日は着物の所作に特化してお話しさせていただければと、思います。いろんな活動をされているので、一つずつ話していってしまうと、ちょっとこの番組にはね、収まりきれないということで、今回のエピソードではちょっと所作という部分に絞ってお話しいただいてね、ぜひまた第2回、第3回で続きをお教えいただければ嬉しいなと思いますが、特に時間とか決まってなくって、すべての仕事を一日いろんなことをやっているっていうイメージですか？子供も2人いるので、子供の送り迎えもあるんですけど、主に週末にイベントが入ってくるっていう感じなんですね。なので、いろんなサポートをもらいつつ、活動してるっていう感じですね。そもそもどうやってショーンと何で出会ったの？クラブハウスで。そっか。クラブハウスで、私、いわゆるハーフなんですけど、ハーフのクラブみたいなものを立ち上げて、そこで、翔さんが参加してきて、で、いろいろお話しさせていただいたって感じですね。じゃあちょっと本題に移っていきますが、そのお話しされていた所作ということで、なんとなくのイメージはつくんですけれども、それによってなんかその活動というなるとちょっとってなるんですが、どういうことをされているんでしょうか？まず所作とはっ
っていうと、はい。う思うんですん。ね。で、所作って、立ち振る舞いとか、身のこなしっていうものを指すんですけど、無意識に行う仕草とはちょっと違って、後天的に身につけたもの、後から習得したものっていう感じなんですね。着物の所作は、その自然との共存の中で着物を身につけることによって生まれた日本古来の優雅でしなやかな和の動きなんですけど、呼吸を意識して無駄を削ぎ落として作る流れるような動きみたいな。で、それは疲れない体を作るっていう。なので、着はい。物の時だけじゃなくて、普段の生活にも取り入れられて、小手先のテクニックっていう感じで終わるだけじゃなくて、そのインナーマッスルを使って、丁寧な体の動きをして、解放の仕方を理解してって、自分の体のパーツって結構、力を抜くと重いんですね。はい。で、その一つ一つの重さを感じることによって、うん。心の落ち着きとか、マインドフルネスにつはい。ながるっていう。まさええ、にはい。動く瞑想って感じですね。ですよね。私も今、瞑想はい。みたいな話だなと思ってたんですそうけなんです。ど、なんそうなんです。か全然そうなると思ってたのと違う、真逆ですね。はい。なんか硬いイはい。メージ、特になんかうんうんうん。今おっしゃってたように、その楽にするっていう考はい。えとはなんか真逆というか、所作をすることによってすごい生活がピリッか、なんか固まるみたいな、なんかそんなイメージを思ってたんですけれども、そういうわけじゃないんですね。そうですね。どちらかというと、頑張るの逆なんですね。おもうー、体の力を抜く、そのしなやかな動きっていうのをカチカチだと動かないんですね。はい。なんで、体を解放する。で、その中のコアのマッスル、インナーマッスルを使って、その肩甲骨を使って腕を動かすとか。うん、そうすると腕に力入らないですよね。そしはい。たら、流れるような動きになってくるんですね。着物もそこについてくるっていう感じです。着物の動きっていう意味では。ちなみに、ね、この活動を始めたきっかけは何だったんでうん。しょうか？もともとモデルとか、うん、そういうのはしてたんですね。ちょっと順序が逆になるんですけど、さっきショーンさんに出会ったのもクラブハウスっていうことだったんですけど、はい。ちょうどそのクラブハウスを始めた時って、コロナが始まってちょっと時間が経って、みんなちょっと何しようかなってなってる時やったと思うんですけど、はい。関西弁になってきました。その中で自分を個人として見失いかけてたっていう、そういう感じの時期だったんですね。はい。子供の母親として忙うん、しくして家族のためになんかしてって、周りの人を助けるとか、うん、周りの人のために生きていて、で、はってある時、自分って何がしたかったんだろうみたいな、そう気づいたっていうのも、うん、ドライブスルーで食事を注文して、家族うん、の分、いろいろオーダー並べて、テーブルに並べた時に自分の分がなかったんですね。その時にパッて、これじゃやばいと思って、それで自分を見つめ直して、自分のしたいことってなんだろう、どんな人間になりたかったんだろう、私の好きなことってなんだろうみたいな、こんなうん、自問自答みたいな時に、うん、クラブハウスっていうのがあって、はい。そこで、その佐竹先生っていう日本書作協会の理事長の方が、着物とかモデルとかそういうことを書いてるルームを開いてはって、はい。そこに参加したんですね。ちょうど自分がしたいことってなんだろうってなってた時に、和の文化、日本の文化をこっちの人、もちろん自分の子供ももちろんなんですけど、こっちの人に伝えていきたいなっていうのがあって、それでその着物をモデルっていうキーワードが合致したって感じだったうんですね。それーん。で始めたって感じです。うん。住んでいらっしゃったのも、なんか奈良とか京都とか、すごく和の文化に接する機会が多い場所だなと思ったんですけど、うやっぱり日ん。本に住んでいはい。らっしゃる時も、なんかそういう機会に触れることってあったんですか？そうですね。私、大学の時に大うん、阪の、料亭で仲居をしてまして、おはい。ー。それで着物も、ね、そのアルバイトする日は着物をバババって大うん、学の後急いで着るような感じの
生活をしてたので、着物は結構身近に感じていて、どうしても中井さんの着る着物なんで、こう、華やかっていうわけでもなく、着物の世界にもうちょっとこう触れたいなと思って、社会人になってから着付けの教室にちょっと通うようになりましたね。次の質問、ちょっとさっきだと多分被ってしまうかもしれないんですけれども、どうしてはい。アメリカで所作の活動をやろうと思ったのでしょうか？着物の所作っていうと、こう、あまりアメリカに需要がないんじゃないかって思うと思うんですね。どう考えても着物人口も活発であっても一握りですし、和の文化って言っても、その所作ってあまり知られてないと思うので、所作の真髄にあるのは、体を守り、大切に扱うこととか、人間としての自然な動きで姿勢とか疲れを取るような動きをするので、実際に着物がなくても、ジーンズに T シャツとかでも全然できるんですよ。アメリカに日本のこういう、まあ、言ったら日本のヨガみたいな感じですよね。動きを取り入れて、で、体も心も健康にしていくっていうのは、アメリカでも必要なことなんじゃないかなっていうふうに感じました。なるほど。日本のヨガってすごいわかりやすいね。具体的にどのような活動をされているんでしょうか？そうですね。ズームによるウェビナーとか、あと直接指導、そういうことをするんですけど、それは個人レッスンだったり、グループレッスンだったり、あとグランドサロンって言って、その日本のその皆さんとかも含め、着物や和文化のことを勉強して知識を深めるっていう、そういうサロンもあるんですけど、よく日本の習い事っていうと、カリキュラムみたいなものはあまりなくて、どちらかというと、その職人さんとか先生の技を見て、盗んで自分のものにするっていうのが多いと思うんですね。お稽古ごとっていうのは。で、それを、所作協会はカリキュラムにしてくれたので、資格取るようになってるんですよ。なので、はっきりとこういうことを身につけたら何級、こういうことを身につけたら何級みたいなことができるので、ある程度のところに行くと、その認定の着物モデルとか、認定のウォーキングモデル、着物ウォーキングモデルみたいな、そういう肩書きも持てるので、仕事にもつなげられるっていう感じでやってます。日系フェスティバル、エイジアンフェスティバルとかでもね、なんかサポートとか出演する機会とかありそうですよね。そうですね。あと、所作指導みたいな仕事っていうのも、もともとあるもので、NHK とかの時代劇とかそういうのでも、所作指導っていうのが入って、名前が入ったりとか、そういうのも、その女優さんとか俳優さんとかの着物での動き方の指導とかも可能になってきますね。我々ね、大河ドラマが結構好きでよく見てるんですけど、はい、大河ドラマに必ず所作指導ってありますからね。そうですね。だから一番その一般の人で所作って聞くと、そういうイメージなのかなっていうふうに思いますね。なんかやっぱり大河ドラマとかだと女優さんとかがこう着物のなんていうんですか、持ち方とか座り方、センスの扱い方とかそういうのをイメージするけど、それだけじゃなくて、あとどういうさっきヨガってありましたけど、その瞑想とかそういう部分もあるってことですよね。瞑想ってヨガだとこう動きをしながらだとは思うんですけど、静かにしてるイメージだと思うんですね。でも、その所作の中の瞑想って、その瞑想をしてるっていうイメージではないんですけど、こう体をほぐしていく、で、気持ちを落ち着かせていく、その自分の内を見るっていうか、その体の動きをこう、自分の体をもっと知っていくっていう意味で、瞑想みたいだなっていう、個人的に思ってるっていう感じですね。ちなみに話飛ぶんですけど、ロサンゼルスにいらっしゃるってことは、なんかハリウッドの映画で着物の場面とか、なんかそういうのにつながったりもあるんですか？もちろんです、もちろんです。そういう着物が出てくる場面とか、そういうところにどんどん所作もどんどん入っていったらいいなって思ってます。日本のその着物を着ているからといって、その俳優さんが日本人とは限らないじゃないですか。で、それこそ日本の動きを元にしてるので、所作っていうのは、違和感を減らせるんじゃないかなって思うんですね。その着てる人がどんな国籍や人種であったとしても、
その着物を着た動きになったら、見てる側も違和感が減るんじゃないかなって、個人的に思ってます。ね、日本人の方がこう着物の着付けとかをして、それをどん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 こう、ちゃんとした日本じゃないですけど、そういうのが現れるようには、みんな頑張ってるんですけど、どうしても、ね、決断を下す人が必ずしも日本を理解してるわけじゃないので、この方が雰囲気いいとかだとそっちに行っちゃったり、映画は映像なので、話をこう進めるのに、本当のちゃんとしたやり方って必要なのかってなると、編集で切られたりとか、そういうのがあるみたいですね。キム・カーダシアンが着はい。物というアンダーウェアを出されたと思うんですけど、それについてどう思いましたか？キム・オー・ノーでしたね。はなんかい。はい。そういうハッシュタグで投稿しうた覚えがあります。ん。補正下着ですよね、確か。はい。こっちに来て、こう袖の長いものを着物ってファッション業界では言ってたりすると思うんですね。なんかもうすでに着物って何みたいな感じになってる部分があると思うんですけど、はい。どうしても着物って日本人にとってすごく大切な文化だと思うんです。大切な日に着たり、代々受け継がれてきた大切な服だと思うんですね。はい。で、それが補正下着と勘違いされてしまうっていうのは、ちょっと心苦しいというか悲しい気持ちになっちゃいますね。焦りでしたよね。今回はみんな、何これっていう反響はすごかったですよね。でも結局ね、名前変えたんだよね。はい。そうですね。やっぱり着物っていうものが日本の文化として浸透していくのが一番かなとは思いますね。今までの活はい。動で特に印象に残った経験とか何かエピソードがありましたら教えてください。この所作協会でレッスンを受けたり、活動してきて、去年、日本に帰国したんですけど、はい。一時的に。その時に、所作協会の発表会みたいな、オンラインのフェスティバルみたいなのをしたんですね。で、はい。それに参加したんですけど、ずっと日本の方とはズームでしかお会いしてなかったので、2年間ほどずっとね、毎週毎週お会いしてた方に実際にお会いできたのがすごく嬉しくて、実際にお会いして思ったのは、その所作協会の講師の方、すごくパワフルでエレガントだなって思ったんですね。はい。で、着物って結局自分を表現するもの、服もそうですけど、で、所作はツールであって、その動く瞑想の先にあるのは、やっぱり人なんだなって、そのキラキラしてる強くしなやかな女性っていうのが、結局本来の主人公なんじゃないかなっていうふうに感じました。でそういう経験をやっぱりできたのが一番嬉しかったですね。洋服着てもそうだと思うんですけど、自分の気持ちが上がるものって大切にしたいですし、着物ってそれこそ昔の日本人はもう普段着として着てたものなので、そうですね。さっきおっしゃってたみたいに、着苦しいとか、うんなんか硬いイメージがあると思うんですけど、成人式とかで写真よりバッチバチに着付けされて、はい。ほぼほぼ動けない状態のものって、結局しんどい状態だったりすると思うんですけど、本来の着物って動けるようになってたので、その着物を着た動きが所作なんだなっていうふうに改めて思いましたね。じゃあ、所作において特に重要だと思うこと、モットーなどありましたら教えてください。そうですね。美しく、うん心を豊かに、健康に生きることかなって思うんですけど、うんその第一印象って見た目、パッと見の最初のね、3秒とか5秒で決まるって言われますけど、第二印象っていうのは、その習慣で作られてると思うんですね。それがオーラだったり、話し方だったり、動きだったり、香りだったり。それは結局心の豊かさとか動き、所作、そういうのにで決まってくるのかなって思ってます。自分の体とか心を整えることによって、美しく心豊かに健康に生きることができるんじゃないかなって思います。よく言いますよね。部屋の乱れは心の乱れみたいな。よく父に言われてました。部屋を片付けるのに。よく妻に言われてますけど。
毎日。現在進行形なんですね。じゃあ今後取り組んでいきたいことや目標などはありますか？今後取り組んでいきたいっていうのでは、所作を身近に感じてほしいと思っていて、うんいろんなイベントで所作の動きを見せる、それこそコアの筋肉を使ったりするんですけど、こうカメラを向けられた時にするポージングとかもあったり、それは静止のポージングもあるんですけど、うん逆に今、インスタとか、フェイスブックもそうなのかな。そういう TikTok とかで言うと動きだと思うんですね。所作はそういう動きを入れたポージングとかもあるので、うんそういうのが TikTok とか、インスタとかでどんどん載せれたらいいなと思ってます。めっちゃ素敵だと思はいい。ます。学びたい。全然そんなの。ぜひぜひぜひ。そう、日本人だけど、そんなの教えてもらったことなんて一切ないから、全然わからない。今月末から私も Zoom の新しいクラスを始めようと思っているので、体験会とかはい。でもこう参加して、例えばこう集合写真でうん集まった時にどういうふうにポージングしたら自分の綺麗に見えるのか、見せれるのか、そういうふうに見せれることにやるとやっぱり自分の自信にもなると思うので、どんどんその着物を着て出ていく機会が増えていったらいいなと思ってます。ズームってことはもう受け入れるのはもう世界どこでも OK ってことですか？はい、その同じ時間で起きてられるのであれば、世界どこでも OK です。わかんないし、頑張って起きますって人もいるかもしれない。全部日本語ですか？それとも英語と日本語？今は日本語だけなんですけど、これから英語の、教科書も作ったりして、英語のレッスンもしようと思ってます。おお、これはもう受けたいアメリカ人も絶対いっぱいいるよね。所作をね、その単語をもう寿司と同じレベルのグローバル化したいなっていう野望があるので。所作って。所作。アメリカに所作に値する英単語はない。所作以外はない。Mannerisms, etiquette, behavior、その辺ですかね。振る舞いみたいになっちゃうもんね。伝わらない。そうなんですよね。バッチシハマる単語がないので、所作で。ですね。そういうことですね。はい。所作を広めましょう、ぜひ。最後に伝えたいことや宣伝などありましたらお願いします。心の豊かさとか、体の解放とか、体をきちんと意識して動く、普段の生活の中でもそういうのを入れていくっていうのは、所作の魅力だと思ってるので、そういう健康に美しく生きるっていうのを今後も頑張っていきたいなと思ってます。それで、さっきも申し上げましたように、体験会っていうのが、体験クラスみたいなのをしようと思っていて、で、そういうのはもしご興味あれば、インスタの方でもつながっていただければと思うんですけど、メール一報いただければ、時間帯とか設定してできるんで、それをやるのと、着物の普及もどんどんしたいので、着物のセールもしてるんですね。で、それが、今はその直接場所を取って販売会みたいな感じでやってるんですけど、今後、Etsy とかで作っていこうと思っていて、とりあえずその2月の11日の土曜日にガーデナーっていうエリアがあるんですけど、来れる人限定になっちゃうんですけど、着物のセールをやるっていうの。さっき申し上げました、その日本所作協会に所属してるんですけど、そこの体験レッスン、それは他の先生が教える、何人か集まる、ちょっとグループレッスンみたいな感じになるんですけど、そういうグループレッスンをしてみたいという方は、アメリカ時間の2月の24日に、ズームレッスンがあるので、もしそういうのもご興味あれば、ご連絡いただけたらって思います。わかりました。いずれも、だから、しのぶさんのインスタグラムなどを見れば、ご連絡すればという感じでいいですかね。はい。着物とか、こっちでやっぱなかなか手に入らない。手に入ってもなんかよくわかんないおもちゃみたいな着物だろうから、もうちゃんとした着物が手に入るの絶対素晴らしい。せっかくだからね、レッスン受けるのも着物で受けれたら、お出かけできるきっかけにもなりますし、私も着物着て出かけるのが多いので、楽しいですね、やっぱり。周りがやっぱり、着物って言ってくれるんで。
でもみんなはいわかりますか？結構アメリカ人、着物って分かってくれます？それが結構声かけてくださるんですよね。あ、That's Japanese 着物よねみたいな。はい。それでやっぱり着物でこう街中を歩いてると、写真撮っていいですかっていう、モデルじゃなくてもモデル気分になっちゃうんですけど、そういう時に、ね、パパパッとポージングができたら、さらにいいかなっていう。忍さんもやっていらっしゃることって、全部分野は違うけど、なんか大元は全部つながってるみたいな感じですよね。そうですね。やっぱり日本の文化が大好きなので、いいものだと思ってるので、こっちに来て自分が改めて日本人だなって感じるようになってからは、日本の文化をもっと知ってもらいたいなっていうのがあって、特に自分は日本とアメリカのミックスなので、日本人だけじゃなくて、日本に興味ある人全部もそうなんですけど、自分の文化をもうちょっと知りたいなっていう人のためにも、和の文化を広げていきたいな、知ってもらいたいなっていう気持ちが強いです。貴重なお話でありがとうございました。しのぶさんのリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。今回はありがとうございました。ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。イキズミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次のエピソードをお楽しみに。